はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回ご心配おかけしましたが、無事健康に戻っていますので、皆さん温かいコメントや励ましのお言葉ありがとうございました。本当におかげさまで心も体も元気になったという感じです。今回は2月18日までのタロットリーディングをしたいと思います。全体のね流れとか人間関係やお仕事のことを見ていますね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。2月18日までですね。ソードのエース逆、スター、ペンタクルス3逆、ワンドエース、フール、カップエース逆、エース3枚出てますね。カップ6、気をつけることは対策がカップの3の逆と、吊るし人の逆、そしてオラクルはソードクイーンですね。はい、星で見た時に、2月の4日以降はですね、金星もお羊座に入りましたし、木星もようやく巡行に戻ったということで、全体的には何かが緩やかに進み始めるっていう流れなんですね。でその流れがなんかあれですね、カニ座の皆さんにとってはあまり激しすぎず過剰すぎずに程よく作用してるっていう感じがします。ちょっと2月の12日が満月なんですけれども、この満月の時ってちょっとエネルギーが敏感で、何かを過剰に反応しやすかったりとか、一言で言うとお金のこととかもですね、現実はこうなんだけど過剰に心配してもっとないとダメだって思ったりとかっていうことで、なんだかリアルな現実よりも物事を大きく捉えて、その大きく捉えることによる不具合みたいなものが起こりやすい時なんですが、カードで見るとそんなにそれがカニ座の皆さんにとっては影響してないっていう感じがあったので、よかったなっていうふうに思います。でちょうど2月の18日までっていうのは、少しご自身が表から裏方に回ってるみたいな感じの時で、表に出てガンガンに行くというよりは、見えないところでしっとりと密かに自分の楽しみを楽しもうかなっていう感じの時なんですね。だから誰かに見せている自分ではなく、誰にも気を使わない本当の自分っていうものを喜ばせるのにいい時なのかもしれませんね。または誰かとの深いつながりっていうのができる時なので、信頼を結び直すとか、リアルに会えなくても関係性っていうものはエネルギーでつながるとか、そういうのができやすい時です。なので意識してこのエネルギーを使おうと思うなら、私ならですけども、本当無理せずに他人にどう思われてるかとか、どう映ってるかということを気にせずに自分を満たすっていうことをしますかね。でもし自分の気持ちがちょっと寂しいなとか、誰かとつながりたいなと思うのであれば、それを貪欲につながりたいということを言っていくとか、エネルギー的にですよ、つながるとすごくこの信頼とか安心とか受け入れられているということを感じられるんじゃないかなと思います。要するに表の世界よりも内側の世界とか見えない世界のところでの喜びや恩恵が大きいという時なんですね。でまたは見えないエネルギーを自分が受け取るよっていう時ではあるので、でもその受け取ってるかどうかっていうのはなかなか分かりにくいですけど、自分がそう信じることによってそれを感じられるっていう時なんですよね。そうね、そんな感じです。要するにエネルギーに敏感で、自分がどれだけ受け入れられているかとか、どれだけ応援されているか愛されているかということを感じよう、受け取ろうと思うと受け取れるよっていうタイミングになります。それが2月18日までの大きな流れです。そしてなので、もしもですけど、何かご自身の中で決め事をしなきゃいけないとか、大きな決断をしなきゃいけないとするならば、決めたことを進めていくっていうのは、そうですね、2月24日以降の方が火星もね巡行に戻るので、カニ座の皆さんにとっては進みやすくなると思います。2月24日以降の方がね。で2月20ちょっと先の話になりますが、2月24日から3月2日までの間っていうのは物事がちょっとスムーズに流れやすいので、その時に行動を起こせばいいやぐらいな感じで、今は何を決断するかとか決めるかっていうことに関しては、宇宙から応援とか判断材料とかそういうのが届くよみたいな感じで思ってたらいいんじゃないでしょうか。やっぱりカードで見てもエースが3枚も出ているので、何かを決める、
何かがはっきりするみたいな、そういうエネルギーってあるんじゃないかと思うんですよね。フールも出てますしね。何かをリセットするみたいな感じです。こうリセットしたり何かを決めるっていうその材料や、そうできるように宇宙からの応援や采配があるよっていう感じがします。でそれをとても恵まれてるものな感じがしますよ。なのでね、なんか現実こうだからこれぐらいしかできないんですよとか、今の自分の年齢ではとか、この状況ではっていうふうに、この条件付けで考えて自分の可能性を制限するのではなく、今本当に見えないエネルギーが自分を生かそうとしてくれてるというふうに考えて捉えてみた時に、理想の生き方や理想の方向に自分が変化していける、シフトチェンジしていけてるような、見えないところで動いてる、そんな時だよっていうふうに覚えておいてくださいね。ですからオラクルは、このソードのクイーンっていうのは非常にこう冷静で謙虚で、なんかこう自分からガツガツ動いてないんですよね。来るもの拒まずで待ってるみたいな感じがあるので、その姿勢でいいということだと思います。変に自分でガツガツやったり、こう不安を解消するために動くというよりは、多少の不安や不透明なことがあったとしても、今自分はそうやって生かされてるわけだから、届いてるわけだから、エネルギーが誰かとの信頼関係をきちんと築いて、自分は心地よく過ごしていく、そしてもう余計なものはリセットしていくんだっていう考えがいいんだなっていうふうに思いました。でちょっと要するに、ここまでの間に過去に計画していたことや相談していたことっていうのも、一回ちょっとリセットして、あの人がこう言ってたからとか、あれがこうなったからもったいないからこうするとかではなくて、一旦ちょっと本当にリセットして、本当に今この瞬間心地いい自分が選択するものを選択していってねっていう感じがします。やっぱりワンドのエースにフルにカップのエースっていうのは、すごく心がリフレッシュして、余計な心配事がなく、後ろがあまり引かれることなく、すがすがしくスタートできるよって感じがするんですね。でその上で自分が心地よい形で他者に貢献したりとかできることはやりますみたいな感じがあり、その喜びも感じる感じがしますね。ただ対策のところがやっぱり吊るし人の逆とカップの3なので、今この2月の18日までは、その目に見える世界観の中で誰かとつながってどうこうとか、自分がガンガンに動いて成果を出すということではなく、自分の内側で成功を収めるというか、内側で気づきが起こり、答えを得て決断して、こうすればいいんだっていうものを確認する、なんかそれがいいんだなって思いました。はい、でこれを踏まえた上で、ちょっとお仕事のことを見てみますね。仕事もね、2月4日以降金星が仕事のところを照らしているので、ちょっと緩やかになるとか和むとか、環境がね、そんなこともあるんじゃないかなと思いますし、逆に仕事と言わず趣味を楽しめるっていうのもあるかもしれませんね。ペンタクスの9、そしてタワーと、ラバーズなので、やっぱり仕事に関しては、もしかしたら環境の変化や、もう古いものは終わっていくんだって感じがします。なんとなく、なんかカバンにしてもね、時計にしても携帯にしてもそうですけど、なんかこうずっと慣れ親しんで自分が使ってきたものって、ちょっと手放す時なんか惜しいなみたいな気持ちがあるかもしれませんが、仕事に関しても自分が長年やってきたことをこのやり方でやってきたんだっていうことに関しては、それを変えていくっていうことに対して、ちょっとしたなんか後ろ髪引かれるほどでもないな、なんかちょっとした寂しさみたいな、名残惜しさかなみたいなのがあると思うんですけど、でも全然それは新しくなるための通過点なんですよって感じがして、やっぱり仕事ではチャンスですね。ペンタクスの9が出ているので、チャンスがあり、なおかつ新しいことが始まるよって感じが出ています。でこの新しいことが始まったりチャンスだなって思うのは、やはり古いものは処分していくとか、何か変えていく、そして何かをリセットしていくっていうのがいいんだなっていうふうにやっぱ思いますね。ちょっと人間関係も見てみますね。人間関係はね、なんか見えないところでつながる感じが非常に強いですけど、カップのクイーンとお月さんとカップの4ですね。人間関係はって言った時にも、これもまさに
感情でのつながりですみたいな感じがあり、カップのクイーンが出ているので、優しくしてもらいたいとか、自分も優しくできたりとか、自分の中のなんかこう女性らしい部分、女性性っていうものがちょっと溢れてくる感じがしますね。そして関係性っていうものは、人間関係っていうのはこう約束がないからこそいいみたいな感じもあります。今はですよ。お月さんっていうのはすごくやっぱり見えない部分を表す、感性とかを表すんですけど、これからどうなるのかなっていう保証がないからこそ今この瞬間が輝くんだって感じがしたんです。例えばですけど、よくね、結婚とかっていうのでいくと、結婚しました、私たち結婚しました、籍入れましたってなって、それは形としては夫婦という形ですけど、そこから何かが始まっていくわけですよね。で、別にまだその結婚の約束をしていないとか、どうなるかわからないってなったとしても、約束がなくても今一緒にいる2人っていうこの瞬間が輝くみたいな感じがあり、なので関係性っていうので見た時、人間関係っていうので見た時にこのカードが出てきてるっていうことは、この人といつまで一緒にいるのかなとか、この関係がどうなのかなっていう答えっていうのをあえて出さずに、今自分から溢れてくる喜びや感情をしっかりと受け止めて、その感覚で向き合ってくださいって感じがします。何かを求めようとしたり期待すると、その期待通りにいってるかいってないかっていう、なんかその期待通りじゃないという烙印を押しそうで、期待通りじゃなかったとしたって自分と誰かとの関係性の中に喜びはあるわけで、それは誰かで証明しなければならないものでもないみたいな感じがするんですね。自分の心が、自分の感性がそれを感じれればいいものって感じがするので、そんなメッセージを受けました。要するに形とかコミュニケーションがどうとかっていうのも感性が全てなんだみたいな感じね。でも今すごく感性豊かな時なので、自分が感じてみてください。その人との関係の中でのいい部分を。そんな感じですかね。もし何かしら分かりましたよ、通じましたよという方は、いいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。ちょっともう一枚最後にオラクルカード引いてみますね。はい。どうですか？このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さん今感じられる時なので、ご自身でもメッセージ受け取ってみてくださいね。なんか過去の先祖たちっていうかね、なんかそういう過去性とかも含め、自分の先祖の人たちがとっても応援してくれてるよって感じがします。とても特別なコネクション、自分の人生過去性においてとか、そういうコネクションがある人たちが目的を持ってサポートしてくれてるって感じがします。今まさに星とぴったりですね。星でも今はそうやって宇宙からの恩恵や先祖からの恩恵っていうものは見えないルーツからね、いっぱい受け取るよっていう時なので、来てますねって感じがしました。はい、ということでここまでにしておきます。次またね、2月18日までに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。